皆さん、128GB 搭載でございます。つくも BTO-PC クリエイター PC ですかね。光学精密電子機器横倒し現金って書いてあって、怪しげななんか美少女キャラが描かれたやつは、これは上がなんかピコポコ浮いてんのは何なんだろう。何のグラボなのかがわからないということですね。さあ、運命の一瞬、開けてみます。さて、これから PC が届きましたので、開梱していきたいと思います。ちょっと半分開いている状態になってるんですけれども、反対側にはですね、住所とか書いてあるので、ちょっとそこは伏せさせていただいて、この蓋のところにですね、まず、光学精密電子機器横倒し現金って書いてあって、衝撃を与えないこと。まあね、こういうところはね、ちゃんとつくもさん考えてくれていて、ありがたいなと。宅配便の、そんなに日本ではむちゃくちゃな扱いしないと思うんですけど、倒しちゃったりとかね、されるとやっぱ嫌じゃないですか。それで、19営業日ずーっと待ってたのに、これで最後の最後でね、台無しになると嫌なんで、そういう意味だとありがたいですね。さて、開けていきたいと思います。ほい。オープンしまして、なんだこれ、この下に付属品が入っています。これ何ですか？電源ケーブル、マニュアルと保証書、EX コンピューターのセットアップガイド、Wi-Fi のアンテナ、これ何ですかね？この怪しげななんか美少女キャラが描かれたやつは、これはどうも CPU グリスらしくてですね、エクストリームグリスアルティメイトっていう商品でございます。結構高いやつを今回導電効率を上げるためにですね、 CPU とクーラーの間に塗るシリコングリスですね、結構高価なやつにしてみました。SATA のケーブルとかなんか電源ケーブルとかなんかいろいろありますね。今回は使ってないけど、いずれ使うかもしれないということですね。開けると、いよいよ姿を現しました。今回の BTO-PC でございます。ちょっとね、どっちが上面なんだっけっていうので、結構悩んでたんですけど、こうやってなんか光に透かしてみると、ここは背面の PCI スロットなので、多分合ってると思います。多分組み立て担当者向けにですね、こういう向きでちゃんと格納してくださいね。じゃないと壊れる可能性がありますよ。書いてあるんですけど、見てもね、なんか感覚的にわかんないんだよな、これ。立てておきまして、これをこれから割り出そうとしております。その姿が今、白日のもとに、ちょっとカメラ寄りすぎですけどね。しっかり空箱です。はい。背景がなんか雑々としておりますけれども、とりあえず出してみました。ビニール袋にこう入った状態で、立てた状態で置かれております。丁寧にね、梱包されてるなっていう感じはしますね。これをこれからビニール袋取っていくと、あんまり取る機会もないので、これ底面、底なんですけど、底面にこうメッシュがですね、あって、これは排気なのかな？下から空気を入れて上から出すっていうことなんだと思うので、ここから多分吸えるようになってるんでしょうね、空気をね。後ろからも吸って、下からも吸うってこと？ちょっと最近のエアフローはよくわからないですね。はい。取り出しましたるは PC が上がなんかペコポコ浮いてんのは何なんだろう。テープがですね、なんか貼ってあって、こうペコポコなんか浮くので、ちょっと取ってみたいと思います。なんだこれ。最初からそういうものなのか。なんか完全に、あれですね、開閉できる、なんか蓋があって、上からもちゃんと空気がきれいに出るようになってて、メッシュになってて、それを保護するために天板がある。これ磁石でね、磁石で一応軽くはくっつくようになってるんですよね、この人ね。開封しましたので、周りをこう映してみたいんですけれども、高さはね、後でちゃんとした高さ貼っておきますけれども、いわゆるこうミドルタワーっていういでたちで、本体前面のこう上部にですね、コンソール、まず電源スイッチですね。で、USB-C の端子があります。少しなんか水平じゃないのが気にはなります。
USB-A の端子が2つあって、で、音声入力と出力のアナログ端子ですね。で、下の方は何ですかね。インテル Core Ultra 7と書いてあって、今回ね、i9 は、しなくていいかなって、あんま変わんないかなっていうので、やめました。で、下のエアフローで多分ここから吸気できるっていうことなんでしょうね。全面ファンの選択肢、オプションがあったので、でかいファンにしておきました。背面は、上が電源ファンじゃないみたいですね。下に電源ユニットがあるはずで、上のファンは何ですかね。水冷の排気なのかな。各種出力端子系がですね、これは USB-A の端子と USB-C というか、ライトニング対応のマークが見える端子があります。で、あんまり見慣れないのがこれなんですけど、どうも Wi-Fi 7のですね、外付けのアンテナをつけろっていうことみたいですね。で、ビデオカードですね。一番懸念のビデオカードが、こう上から3レーン1、2、3ってこんだけ食ってるってことなのかな。ちょっと開けてみないと詳細がわかんないですね。ということでですね、電源入れる前にいきなり開けてみたいと思います。横倒しにしてみまして、これから開封してみたいと思います。手で開かないわ。さてですね、最大の懸案は RTX5070Ti のグラボがここに入ってるんですけど、これがですね、実際に何スロット分の物理スペースを消費しているのかなんですよね。それによって2枚目がさせるかどうかっていうことで、できたら希望としてはパフォーマンス云々より少しでも薄い方がいいんですけれども、3スロットぴったりだったらいいなということで、ただですね、この BTO のチョイスの中にですね、グラボの機種までは選ぶ欄がないので、多分その時々で仕入れやすかったやつをチョイスしてくるんだと思いますが、何のグラボなのかがわからないということですね。そんなわけで、さあ、運命の一瞬、開けてみます。じゃじゃん。ってこれなんだ？フェニックス社のグラボが入っている。3スロットちょいぐらい食ってそうですが、ちょっと分厚いのか？開けてみました。これが左側面から開けた状態のつくも BTO-PC クリエイター PC ですかね。WA7JK257ZBH でございます。黒で統一されていてすごいすっきりしてる印象ですよね。グラボが真ん中にあるのが目立ちますが、あとファンの多さがすごいですよね。スペック的にはですね、インテル Core Ultra 7 265K ですね。このもう下に隠れちゃってるのでわかんないんですけど、CPU のグレードとしては一番、私が買った時点で 285K ウルトラ9ですね、が一番上だったんですけど、それはあえてスルーしました。ちょっとね、不具合が大きそうだっていうのと、熱で結局のところスロットリングされそうだっていう2つの理由からですね。メモリはこの辺に見えてますけれども、はい。皆さん、128GB 搭載でございます。DDR5 の5600の 32GB メモリが4枚刺さっております。4枚刺さっちゃうとね、実は少しスピードが落ちてしまうんですけれども、今回ですね、生成 AI の、モデルのデータをですね、ダウンロードするために128にこだわってみたという次第です。グラボがですね、つくも BTO の選択画面上は NVIDIA の GeForce RTX 5070Ti VRAM が 16GB のモデルですね。というところまでしか選択できなくて、何がついてくるかはお楽しみっていうことだったんですけど、このフェニックスっていうロゴからすると、まだ立ち上げてみないとわかんないんですけど、このゲインワードというメーカーの製品のようです。ネット価格148,800円。だが在庫なし。これね、50ペケペケシリーズのグラボはもうどこでもネットで在庫がなくてですね、非常に高額で取引されております。で、肝心のスロット数がですね、ここですね、スロッ
ト数が 2.5 スロット占有でそんな薄いグラボあったんだっていうね。最近のグラボって3スロットとか 3. 何スロット分ぐらい食ってもおかしくないんですけど、表示上は 2.5 スロット占有となっております。こっち側から見るとちょっとわかりにくいのですが、ここにもグラボの頭が出てんだと思ってたんですけど、そうじゃなくて、こっからスタートで2スロット分だってことですね。で、2.5 スロットか。2.5 と点5ってどういうこと？点5。拡大して上から見てみると、この位置からグラボがスタートして、1、2スロット食って、ちょっと3スロット目にはみ出しかかってる状態で収まってるということですね。で、問題はこの2つ目のグラボを刺した時に上と干渉しないかなんですけど、ギリギリっすね。0.5 スロット分の空きはあるっていうことが分かりました。エアフロー的にどうなのっていうのは正直ありますけどね。で、好感が持てるなって思ったのは、このグラボのですね、サポートする金具、なんていうんですかね。GPU サポートホルダーというものが、ついてきますよっていうのは事前に BTO の画面に出てきたんですけど、どうも、こいつですかね。これとこれ2個セットなの？挟み込むようになってんのかな？形状がまだよくわかってないんですけど、めちゃめちゃわかりづらいので、反対側から照らしてみましたけれども、この下側のサポート金具で支えてる、直接金属が当たってるんじゃなくて、なんかゴムのブッシュみたいなやつで、ちょっとワンクッションあってからの支えてるって感じで、上も支えてる感じはしますね。二重にしっかり支えられてる感じはします。実際問題これ手で触って、これがぐらつくようだとまずいんですけど大丈夫そうですね。ファンがですね、追加の14センチ冷却ファン。ここにですね、なんか2個でっかいファンがついておりまして、今日のね、PC めっちゃ熱出すんで、こうやって、グラボ自体もなんせ3つのファンがあって、フロント側にもファンがあって、さらに CPU は水冷で、上側に今度排気のためのファンがあって、で、さらにこの電源ユニットも吸気するためのメッシュがあるという具合です。CPU のクーラーは少し強化してあって、水冷の 240mm G ギアのオリジナル水冷クーラーマスターのカスタム品だそうです。マザーボードですが、インテルの Z890ATX マザーボードや ASUS の ProArt Z890 のクリエイター Wi-Fi というものでして、インテルのね、ここはウルトラ7、9と組み合わせるんだったら、これが最強のボードでして、何せですね、本体側に10ギガと 2.5 ギガの有線 LAN の端子がある。多分ね、ここに PCIe の2枚目用のスロットがあるんで、ちょうど 0.5 スロット分の空きを残して刺さるっちゃ刺さるということですね。無事にゴリゴリ動いてくれることを願いますってやつだね。おう。このうるさくないの？わかんない。CPU の水冷があって、水冷で外に排出するためのファンがこれ。で、フロント側に、ここに1個増設したファンがあって、飛びそうじゃん。せっせとお掃除してくださいね、吸気口。背面のグラボのポートは HDMI ポートが1、ディスプレイポートが3ということで、今までの GeForce RTX 1070Ti なんてのを使ってたんですけど、何年前やって感じですけど、それと端子の種類と数は同じのようです。天板がなぜ存在するのかちょっとピンとこなかったんですけど、よくよく考えたら、ここの上にちょっと物を置かれちゃうと、あれですよね、空気の出口を塞いじゃうから、一回こうやって軽く空間をここに作ってあげて、空気の出口を、逃がし口を作ろうっていうことですね。配慮がすごいよね。
さあ、それでは PC の電源を入れていきたいと思います。よし、電源オン。あ、でもファンの音はまあまあするね、すでに。まだ何も映りません。お、来た。来た来た来た。アミバイオス。つくもロゴ出るんだね。面白。つくもロゴなんか入れるってのは、ちゃんとマザボメーカーとタイアップしてロゴスクリーン入れてくれって交渉してるんですかね。それとも、なんか販売店とかメーカーのロゴとかは簡単に入れられる仕組みがあるっていうことなんですかね。Bluetooth のですね、デバイスが全然認識できないので、なんかおかしいなと思っていたら、実はここにですね、アンテナを、こうやってでん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 、こんな感じでほら、アンテナが付属してくるのですが、これをつけないといけないらしいです。表示がね、Wi-Fi アンテナって書いてて、私基本的にデスクトップ PC って LAN で、有線 LAN でやるから Wi-Fi いいやって思ってたんですけど、これないとですね、Bluetooth のデバイスが6すっぽ外から受信できないらしくて、サポートに聞いてみたら、真っ先にこのアンテナつけましたかって言われまして、なんだ、興味これ必須なんだ、みたいな、と思っているところです。